ようこそ。今回私たちが紐解いていくのは、あるテクノロジーの非常にドラマチックな物語です。はい、ドラマチックですよね。アナログシンセサイザーが手にした束の間の繁栄から始まりまして、そこへ突如襲いかけた巨大な敵との壮絶な戦い、そして絶対的な崩壊へと至るまでの軌跡を今回の深掘りでは追っていきたいと思います。そうですね。さあ、その激動の時代へ足を踏み入れる前に、まずは前回の深掘りでお話しした1982年の状況を少しだけ振り返っておきましょうか。そうしましょう。あの年は本当に。シンセサイザーを取り巻く環境は劇的な変化を遂げましたからね。気温や湿度でピッチが狂って熱暴走を起こす、いわば厄介な野生の獣だったアナログシンセがですね。デジタル時計によって徹底的に管理された従順な家畜へと姿を変えたんでしたよね。まさにその通りです。そこが今回の出発点になります。ローランドの10のシリーズがもたらした狂わないピッチ、そしてその冷たさを補うためのコーラスという名の美しき欺瞞。美しき欺瞞、いい表現ですね。当時のミュージシャンたちはその洗練されたサウンドにすっかり酔いしれて、このまま永遠に平和な管理社会が続くのだと夢見ていたわけです。電源を入れさえすればいつでも完璧に安定した音が鳴る。それは当時の技術者たちが血の滲むような思いで目指した一つの輝かしい到達点でした。はい。しかしその背後にはすでに不穏な空気が漂い始めていたんです。1983年以降、アナログの温かみという彼らの拠り所そのものを根底から覆すある黒い影がすぐそこまで迫っていました。いやー、その黒い影が一体何を引き起こしたのか、すぐにでもお話ししたいのですが、その前に、もしこの先の展開に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ今のうちにチャンネル登録と高評価をお願いします。私たちがこの深掘りを続けていくためのとても大きな力になります。いつもありがとうございます。では、嵐が来る直前の静けさともいえる、1983年の音楽シーンの風景から見ていきましょう。はい、お願いします。この時期、ジュノ60をはじめとする DCO 機は、短いながらも本当に輝かしい黄金時代を迎えていました。ジュノ60ですね。80年代のポップスと聞いて、あなたがパッと思い浮かべるような、クリーンでタイトなサウンド。まさにそれです。70年代までの良くも悪くも泥臭い揺らぎを完全に脱ぎ捨てた音ですよね。でもそもそもなぜ DCO はアナログでありながら狂わないピッチを実現できたんでしょうか。その答えは、音の心臓部をどうコントロールしているかの違いにあるんです。かつての VCO は電圧によって音のピッチを制御していましたが、アナログ回路を流れる電圧はどうしても環境によって絶えず揺らいでしまいます。気温とかで変わっちゃうんですよね。そうなんです。一方で DCO は音を作る回路自体はアナログのままなんですが、そのタイミングの制御をデジタルの推奨発信機に完全に委ねてしまったんです。なるほど。つまりデジタルという絶対的な物差しを導入したわけですね。その通りです。1秒間に何万回という目にも止まらぬ精密なリズムで回路を強制的にリセットし、ピッチを寸分の狂いもなく固定しました。強制的にリセット。少し過激な表現をするなら、デジタルの力で完全に管理されたアナログと言えるでしょう。デジタルの正確さを手に入れた代償として、VCO が持っていた予測不能な揺らぎという生命力は失われてしまった。だからこそ、ローランドはそこに人工的な魔法をかける必要があったんですね。それがジュノのコーラスです。寸分の狂いもないピッチに対して、あえて人工的な揺らぎを加える。それによって、分厚くてどこかメランコリックなサウンドを作り上げたわけですね。そうなんです。そしてその魔法が最も美しくかかった象徴的な楽曲といえば、やっぱりシンディ・ローパーのタイムアフタータイムを見過ごすことはできませんよね。あの曲全体を優しく包み込む温かくて少し切ないパッドの音。あれこそがジュノ60の真骨頂です。名曲です。驚くべきことに、あの曲はアルバム制作の土壇場で本当に急遽作られたそうですね。楽曲の背景を知ると、あの音が選ばれた理由がさらに深く理解できるんですよ。時計のチクタクという無機質なリズムと DCO の決して狂うことのないピッチが見事に重なり合って、永遠に変わらない時間という概念を音響的に表現しているわけですね。そうです。機械的な冷徹な正確さが逆に失恋の切なさや人間の感情の脆さを際立たせているんです。いやー、深いですね。他にもワムのラストクリスマスとかマドンナなどこの時代のポップアイコンたちのメガヒット曲は軒並みこのサウンドの恩恵を受けていますよね。はい、あの時代の空気そのものですね。
人々はこの管理されたアナログこそが未来の音響のスタンダードだと信じて疑いませんでした。しかし皮肉なことに、もっとクリアでもっとリアルな音が欲しいという人間の終わりのない欲望が彼ら自身を滅ぼす次の破壊者を呼び寄せる伏線となってしまったのです。ということは DCO の進化はここで頭打ちになったということですか？いいえ、進化が止まったのではなく、ゲームのルールそのものを破壊する存在が現れたんです。1983年、ヤマハから DX7 が登場します。ついに巨大な敵の襲来ですね。当時のシンセサイザーの常識からすると本当に異様な見た目をしていますよね。かなり衝撃的でしたね。無数のつまみやスライダーが一切なくて、ツルツルとしたメンブレーンスイッチととても小さな液晶画面だけが並んでいる、まるで未来から落ちてきた黒い一枚のモノリスのような姿です。その圧倒的で冷酷な存在感は、簡潔に言えばアナログの完全な敗北を意味していました。完全な敗北。DX7 が放つ金属が激しくぶつかり合うような透き通った響きや鋭いアタック音、それはどれだけアナログ回路を工夫しても物理的にどうしても再現不可能な領域だったんです。実際その音はあっという間に世界を支配しました。アーハのテイクオンミーの躍動感あるベースライン、ホイトニー・ヒューストンのバラードを彩る澄み切ったエレビの音。あのエレビ音は象徴的ですよね。映画トップガンで流れるケニー・ロギンスのデンジャーゾーン。1986年の全米チャートの4割以上がこの機材を使っていたというデータもあるほどです。チャートの4割って異常な数字ですよ。たった1枚のマイクロチップが一瞬にして過去の遺物に変えてしまった。恐ろしいですね。それは同業者にとって凄惨な死の宣告でした。コルグやローランドのエンジニアたちは自分たちが大切にしてきた温かみという言葉が市場の前ではただピッチが不正確なだけという言い訳に過ぎないことを痛感させられたのです。この圧倒的なゲームチェンジャーである DX7 が具体的にどうやって世界を支配していったのかについては、以前の DX7 の単独深掘りでさらに詳しく解説していますよね。はい、やりましたね。デジタルがもたらした衝撃の全貌を知りたい方はぜひそちらもチェックしてみてください。しかし、ただ指を加えて潮待っていたわけではありません。ここから巨人に挑んだ DCO 勢の苦しく、そして泥臭い反撃が始まります。どんな対抗策を打って出たんでしょうか。音の良さで真っ向勝負ですか。一部のメーカーはそれを試しました。例えばイタリアのクルマが出したビット1は圧倒的な性能で正面突破を試みましたが、機材としての信頼性が低く自滅してしまいました。自滅ですか。そこでコルグは戦略を変えます。ポリ61やポリ800などの資格を放ち、10万円を切る低価格を最大の武器にしたんです。価格で勝負に出たんですね。はい。しかしコストダウンのためにつまみを廃止したデジタルアクセス方式のインターフェースはユーザーから激しい不評を買いました。安くはなったけれど使い勝手が最悪になってしまったわけですね。では DCO の王者であったローランドはどうしたんですか。ローランドは市場で生き残るために自身のアイデンティティすら捨てる擬態という道を選びます。それが1985年に発売された JX8P です。擬態？ DX7 のスマートで都会的な姿に憧れるあまり、ついにアナログシンセから操作用のつまみを完全に排除してしまったんです。ツルツルの黒い板にただ文字だけが光るデザイン。ちょっと待ってください。それって生き残るためにシンセサイザーの楽器としての楽しさを自ら手放したということになりませんか。その通りです。現代で言うなら押し心地の良い物理キーボードを捨てて画面を見ないと打てないスマートフォンの平らなガラス画面に全てを置き換えてしまったような。まさにそこが音楽の歴史において非常に重要な転換点になります。かつてシンセサイザーとは指先でつまみを回し電気の脈動に直接触れながら音を削り出す触覚の楽器でした。直感的な楽器でしたよね。しかしこの瞬間から小さな液晶画面という針の穴を覗き込みながら数値を入力する事務作業へと変わってしまった。しかも別売りの高価なプログラマーという機材を買わなければまともに音作りすらできないという矛盾まで抱えていましたよね。そうです。これは単なる機材の仕様変更ではありません。音楽家が直感的に音を操る演奏者から数値を打ち込むだけのオペレーターへと変質させられた身体性の剥奪の瞬間だったんです。なるほど、身体性の剥奪。しかしその苦しい擬態とデジタルとの共生が思わぬ歴史的アンセムを生み出すんですよね。ファイナルカウントダウンのあのイントロのブラス音です。はい、あの有名なイントロですね。
実はあれ DX7 の鋭いけれど少し細いアタック音に JX8P の分厚い DCO サウンドを重ねがけ、つまりレイヤーして作られているんですよね。圧倒的な巨人に敗北したアナログがデジタルの最大の弱点である音の細さを背後から補うことで生まれた奇跡です。まさに生き残るための強制の証ですね。強制ですね。またこの時期にはコルグの DW8000 のようにデジタルディレイを内蔵することで新たな空間表現を提示した名機も誕生したことは見落とせません。各社が迷走と工夫を繰り返す群雄割拠の中、ローランドは JX8P のアプローチとは全く違うもう一つの生存戦略を打ち出していましたよね。それが1984年のジュノ106です。はい。JX8P がプロ向けにスマートさを総取ったのに対し、ジュノ106は派手な新機能よりも実用性を極める道を選びました。実用性ですか？完璧なミディ実装によってシンセサイザーを単なる楽器から音楽制作システムの一部、つまりインフラへと進化させたんです。いつ再生しても全く同じ音が鳴り、他の機材ともケーブル1本で完全に同期する。その標準化された実用性と手が届きやすい安価な価格が、あなたも想像してみてください。もしあなたが音楽理論なんて一切知らないシカゴで夜勤明けに疲れて帰ってくる郵便局員だったとしたら、それがハウスミュージックの国家と呼ばれるMove Your Bodyを生み出したマーシャル・ジェファーソンの実話ですね。そうなんです。彼は音楽の素養なんてゼロだったのに、土曜日にローンを組んでジュノ106などの機材を買い揃えて、友人たちにお前に曲なんて作れるわけないって笑われながらも、なんと月曜日の朝にはあの歴史を揺るがすベースラインを完成させていたんです。週末だけで。ニューヨークの伝説的プロデューサートッド・テリーも同じです。お金がなくても手に入るジュノ106を使って荒々しくダーティーなゲットーサウンドを生み出しました。この事実は非常に重要です。プロの現場を効率化するために作られた実用性が、結果として安価なミディシンセを新しい街の夜を照らす街灯のようなインフラに変えたんです。街灯ですか？誰が鍵盤を押しても狂わない完璧な音が音楽の素養を持たない若者たちにリズムの支配権を与えた。その結果、テクノやハウスといった楽譜という古いルールを必要としない新しい言語が誕生し、地下のクラブカルチャーの強靭な土台が築かれました。機材が間違った使われ方をすることで新しい文化が生まれる、本当にワクワクする展開です。でもメーター側の開発競争はいよいよ引き返せない迷宮へと入り込んでいくんですよね。はい。1986年に登場したローランド α10 では、ついにスライダーすら完全に撤廃されてしまいます。スライダーすら。アルファダイヤルと呼ばれる黒い円盤を回して数値を入力するだけの徹底的な管理社会の完成です。直感的に音を触る喜びは完全に奪い去られました。しかしその完全に閉ざされた管理社会の檻の中で、開発者すら予期しなかった制御不能なエラーが生まれてしまう。音作りの自由度を奪われた中で、普通なら絶対にやらない禁じ手に近い設定を組み合わせたんです。パルス波という音の基礎を力任せに激しく引き伸ばす PWM に、限界までコーラスを重ね掛けする。すごい設定ですね。さらに LFO を使って激しくピッチを上下に揺らした結果、まるで怪物の方向ともいえる異様な音が誕生した。サウンドデザイナーのエリック・パーシングがちょっとしたジョークで作ったおまけの効果音だったんですよね。そうなんですよ。プリセット名が What? なんてこったって、設計者自身がその音を聞いて驚愕したエピソードがそのまま名前になっているのが最高に皮肉です。そして1991年、ジョー・ベルトラムらが手掛けたメンタズムという楽曲によってこの怪物は檻から放たれました。ついにベルギーの暗く巨大な倉庫のレイブパーティーで、巨大なスピーカーからその音が放たれた瞬間、それはもはや楽器の音ではなく、聞く者の脳を直接トランスさせる音の狂気となったんです。これが後にフーバーサウンドと呼ばれるものの正体です。メロディーやハーモニーといった音楽の構造を完全に破壊して、ただ音質の衝撃だけで数万人を狂乱させた DCO という精密な管理が生んだ最も凶暴で皮肉な野生の怪奇ですよね。そしてこのアルファジュノの悲鳴は一時的なブームで終わることはありませんでした。ええ、現代のポップスにもしっかりとその遺伝子が受け継がれていますよね。レディー・ガガのバッドロマンスやリアナのバースデーケーキで不気味なアクセントとして使われていたり、私たちが今のフェスで聴いているダブステップの強烈な重低音の源流も全てここに行き着くんです。
しかし、そうした地下の熱狂とは裏腹に、表舞台ではついに決定的な終幕が訪れます。1987年、ついにアナログシンセサイザーの敗北が決定的になり、ローランドは自らの名門ブランドであるジュノの名を一度歴史から抹消します。アナログという言葉自体が古臭い過去の遺物と同義になってしまったからです。女神の沈黙です。メーカーが不要だと見切りをつけて捨てた遺産は、中古楽器店の片隅で次の世代の若者たちをじっと待っていました。先ほどお話ししたように、地下のクラブでは DCO の安く安定した低域が、レーブカルチャーという巨大なムーブメントの土台を静かに、しかし確実に築いてあげていたんです。沈黙とは死を意味するものではありません。それは次に訪れる爆発のための深く長い静寂であり、新しい革命への充電期間だったと結論付けることができるでしょう。表舞台から消えたかに見えて、実は地下で着々と次の時代を準備していたんですね。ではその頃、明るい表舞台の方では何が起きていたんですか？ 1987年4月、あの無敵に思えた DX7 すら成し得なかった本当の意味での革命が起ころうとしていました。本当の革命。アナログの温かさもデジタルのリアリティも全てを飲み込んでしまう未知の影がすぐそこまで迫っています。